that's just how we do. Watch what bursts out, chaos reigns. That's the thing you say, oh what a thing to say. If things won't work out, things just change. Go on, hope and pray, won't make them stay. Said you're sick of the trick, there's no hidden magician. It's human to wish, get addicted to fictions, but you can't relate. Then I see your face. Yeah, you know about loss, I know that it happened just an hour ago. I forgot we were laughing, you shifted shape. It's a different space. And I'm squinting my eyes just to see how you're stacking it. Said you're a cynic, but I've seen you with happiness. Here where it's close, here where it's safe. Tell me that love's not a mistake. You fell in love, right? Say it's animal needs. The reason for love is it leads us to breed. Chemical states made to deceive, and the ones that we love are just living to lead. Man. So gone and truthful, it's safe. You're not a new soul, it's late. Suppose I don't know what's my argument is. 5 o'clock and we've done a lot of this. My position isn't shifting anyway. Your position isn't different, let me say. Know you're grown and you've lived enough. All my talk won't fix it up, so how about this? Open your hand now, close the fist and open again. That's power, it's free and we're willing it. Trick or gift, I still feel a thrill in it. Here in the kitchen, taking our stances, shooting for truth, but we should be dancing. It's way past 3 and it's clear to see we've had more than 2. Oh. Go way too deep, but when we go in, that's just how we do.
皆さんこんばんは、ミックです。前回の Vlog でちょっと体調がねあんまり良くないっていう話をしたんですけれども、あれからねよく睡眠とったりとか、ちゃんとご飯食べたりとか、おとなしく過ごして、あそこからすっごい体調がねこう安定してというか、もう咳も出なくなったし、なんかそういう貧血みたいな症状もなくなって、今週は元気に過ごしています。ご心配おかけして本当に申し訳ありませんでした。ということで今週は結構おとなしく過ごしていて、フィンランド一人旅のジンを書いたりとか、映画ファーストキスが Amazon プライムビデオで配信が始まったので、すでに5回は見ましたね。そういう感じで仕事のペースを緩めて、ちょっと映画を見るなんて時間を作れることができたので、本当にねいい1週間でした。で、5回も見たファーストキス、これは去年公開された映画なんですけれども、坂本雄二脚本のもので、もう本当に私この映画が大好きで、ここ数年で一番好きですね。スルメみたいにもう何度見ても味がする映画で、去年ね公開した時にすぐ劇場に行って見てきて、その感想をねラジオで言っていたかなと思うんですけれども、そこから1年経って改めてね見返した時に、なんか自分なりの解釈がまたね変わった。それがすごく面白くて、今回ちょっとねここでねシェアさせていただきたいなと思っています。これから話す感想はね若干ネタバレになるので、もうね公開から1年経ってますが、あの時劇場で見れなかった方がこの後配信でね見るっていう方も多いかなと思うので、もう絶対ネタバレしたくないっていう人はちょっとこうスキップしていただけると嬉しいです。若干、ネタバレ挟んでしまいます。まずねファーストキスがどういう映画かっていうのは、ちょっと公式ホームページからねかいつまんであらすじをねざっくり説明したいと思います。結婚して15年目になるカンナは、ある日夫のカケルを事故で失ってしまう。いつしか夫婦生活はすれ違っていて、離婚話も出ていたが突然の別れ。しかしカンナはカケルと思ってもいなかった再会を果たす。ひょんなことから彼と出会った15年前の夏にタイムトラベルしてしまったカンナは、若き日のカケルを見て、やっぱり私はこの人が好きだと再び恋に落ちる。カンナは時間を行き来しながら自己死してしまう彼の未来を変えようと奮闘するという感じで、この映画はタイムリープ系のラブコメなんですけど、なんかこう時間を行き来しながら愛とはとか人生とはとかっていう、そういう本質に気づいていく、そんな映画なんです。で、初めて見た時、私はラジオで人生は結果よりも過程なんだっていうことを言っていたと思うんですけど、その後1年経って配信で見て思ったのは、人生は何かを選んだら何かを失うものなんだなって。で、その選んだものが大きければ大きいほど失うものも大きくなるけど、それはバッドエンドじゃなくてハッピーエンドなんだっていうことを思いました。カンナはカケルが事故に遭うと分かっていても、自分と恋に落ちること、結婚する未来を選んだし、カケルは自分が事故で死ぬって知ったとしても、カンナと離婚しない円満な夫婦生活がある未来を選んだんですよね。どちらも自分の幸せのための道を選んで、そのことによって15年後より先の2人の未来をね失っちゃうんですよね。それがすごく切ないんですけど、でもどちらもね自分の意思で選んだ道だったから、結果的にね幸せだったってね2人とも思っているであろうみたいな、そういう描写がね描かれるので、やっぱりこう何か選んだら何かを失うけど、それは一概にバッドエンドと言えないんだな、ある意味ハッピーエンドなんだなってまた見返して思いました。そんな感じで今週は昔見たものをもう一度見返して、自分があの時とはどういう風に見た時の気持ちだったりとか、そういうのが変わったのかなっていうのを、その変化をね楽しむ、そんな1週間でした。なんでそんな1週間をね送っていたのかなって思ったんだけど、やっぱり今ね私フィンランド一人旅のジンを書いてるからだと思うんですよね。去年の7月に一人で1ヶ月フィンランドに行ってきて、その1ヶ月間っていうのをこのねノートにまとめて日記を書いてきたんですよ。こういう感じで。でそれを
ちゃんとこう文章に起こして字にして皆さんにお届けしたいと思って、でそれで帰ってきたものなんですけど、去年の7月に行って帰ってきた後にすぐにこう書き起こして字にねしちゃえばよかったのに、忙しかったりとか、あとはちょっとサボったりしちゃったりして、なかなかねこう書き進められなくって、で今半年経ってようやくねこう火がついて書き出してるんですけれども、なんか逆に今でよかった、今書いていてよかったって思う瞬間がたくさんあって、なんかねこのファーストキスを1年経ってもう一回見返した時の感覚にすごく似てるんですけど、今だからこそ書けるものが本当にたくさんあって、すごく楽しくて、今この執筆してる作業が。なので今7月の20日分まで書いてるんですけど、もうすでにねもう文字数が6万字を超えていて、最初はこうジンっていうねこう本当に薄いものでお届けしたいなと思っていたんですけど、ちょっと文庫本サイズになりそうな予感がしています。なんかね時間が経ってるからもう記憶が薄れてるのかなって思いきや、このね自分の書いた文字を見ると、あの時の空気感だったりとか心情っていうのがもうありありと文字からこう伝わってきて、なんだろう、またあの時に戻って書くことができるし、言ってる最中じゃなくって、ちょっと時間が経ってるからこそ、あの時は本当は自分はこう思っていたんだとか、こう改めてこう自分の中にどんどん落とし込めてる感じがして、なのでねもう本当に書き残すっていう凄まじさみたいなものを実感しています。本当に今ねこっちの新しいカラーのレザーノートブックカバー、これを販売していて、こちらの受注期間が今週の日曜日のね23時59分までと迫ってきているんですけれども、もうねすでにたくさんのご予約をいただいていまして、なんかこう気持ちがね皆さんに伝わってるのかなと思って、すごく嬉しくなりました。本当にありがとうございます。前回のものね、こちらトープっていう大人っぽいカラーだったんですけど、今回新しく販売するものはこちらパープル寄りのピンク、かなりね心を躍る大人可愛いカラーなので、ぜひこの機会にねお手に取っていただけると嬉しいなと思います。自分のね気持ちをね書き残すこと、そしてそれを見返すこと、それはねなんていうか人生をねこう都度選択していく羅針盤のようなものだと思っていて、何かを選んでは何かを失っていく、そんな人生をね送ってる私たちなんですけれども、自分の意思で選んで努力して進んだ先には必ずねハッピーエンドがあるっていうことを信じていきたいですよね。そういうことを感じられるのがこのノートに書き残す日記でも何でもいいと思うんですよ。本当にこの1冊目のこっちのノートの時に、書いてる時は気づかなかったけど振り返ってみた時に書き残すっていうことの威力、その凄さに驚いた1週間でした。だらだらと話してしまいましたが、映画ファーストキスめっちゃいいのでぜひ配信で見てほしいっていうのと、あとこのレザーノートブックカバー締め切りが残りわずかですよっていうことと、フィンランド一人旅のジン結構順調に進んでいますので発売をお楽しみにというこの3つをお伝えしたかった、それだけです。はい、まだね寒くなったり暖かくなったりこう寒暖差がすごいので、本当にね皆さんご自愛ください。私もここからまた体調が悪くならないように自分を律しながら日々頑張っていきたいなと思います。Dia de nuvens no céu, trânsito do lado do chão, preso numa água cheia, na concha fugindo do som, já à beira desse rio, afundo na maré que vem, o motorista me sorri e viver parece simples, dia para ser feliz, tirando tempo só para amor, cansa que perde pis, ouvindo fim preto branco e as nuvens a passar no seu flutuar. As coisas não vão se encaixar se você se cobrar demais. Tente não se enganar, que assim vai dar. Então quando a coisa aperta e tudo estiver bom triste, lembre o que ele diz. Viver parece simples, dia para ser feliz,
Imaginando un tempo solo amor. É canção que perde brilhos. Vejo um fim preto e branco e as nuvens a passar. Eu não sei flutuar. I got no drip in my pocket. Must have forgot it, or maybe I already lost it. Don't got enough to go cop it. I'm about to take off like a rocket. Houston, we might have a problem, but that don't mean money will solve them. No, that don't mean money will solve them. Woke up dreaming other commas, and I got $100 in my wallet. I've been trying to make it, do it for my mama. I ain't with the faking, never with the drama. She said that I'm making. 始まりました。最近というラジオ第59回。今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、このラジオは私がこのお家にアトリエを持って、そして私たち夫婦が半別居生活になったということで、私たち夫婦の今をお届けするそんなラジオになっています。いやもう3月に入ってさ、花粉やばくない？あ、もうそんな話をするんですか。はい、もう僕はね、ここ数日で一番楽しみにしてたんです。はい、ちょっとたわいもない話を入れてから始めようと思ったんですけど、でも始めていきますか、早速。はい、たわいもない話は、はい、飲みながらでいいんじゃないですか。なるほど。今週は先週ね募集していたおつまみワングランプリを開催していきたいと思います。イエーイ。おつまみワンということで、お酒のあてになるもの、それの私たち的ナンバーワンを決めよう、はい、そういうグランプリです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。今回はですね、はい、エントリー総数133件。すごく。しかも先週金曜日の動画で募集を開始して、はい、土曜日曜2日間の約48時間でこれだけ。しかも動画内でできるだけ週末の間にって言ったら、もう皆さんピターってもう、あ、それだけのんべえがコウヨトリの中にいるってことだよね。そう、今回ちょっと全部は紹介できないけど、今回の動画で、もう一番多かったのはつまみワンと聞いて初めてコメントしますっていう人がめちゃめちゃもういても立ってもいられないのんべえがいたってことね。何飲むの？一般だけど、まあビールかな、とりあえず。いやーちょっと楽しみ。私はお酒が飲めないわけではなくて弱いので、でもおつまみは大好き、はい、あなたは最近晩酌楽しんでますね。そうですね、はい、では始めていきたいと思います。まず私たちが用意したお酒ですね、はい、私は一ノ蔵の鈴音です。スパークリング日本酒ですね。これ飲みやすくて大好きなお酒です。宮城県ですね。はい、アンテナショップで彼が買ってきてくれました。はい、はい、彼の1杯目のお酒、はい、こちらが富山県のうなずきでよろしいでしょうか。ちょっと、うなずきですね。はい、はい、今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。乾杯。はい、黒部の名水を使用したケルシュビール、美味しい。いいんじゃないですか。あっさり系ですね。はい、それではおつまみワングランプリ開催していきたいと思います。はい、イエーイ。ということで、こちらまた彼が資料を作ってくれたんですけれども、エントリー総数133件から10商品を選ばせていただきましたということです。はい、どういう基準で選んだんでしょうか。まあコメントが多かったもの、被らないと思ったら、結構被ったやつもあって、それはそれで優先的にあって、まああとはバランス、そのチーズばっかりによらないとか、あとは入手経路、入手場所がコンビニのものもあれば、スーパーもあれば、アンテナショップもあればみたいな、ちょっとばらつき。なるほど。手に入りやすいところからそのご当地の物産展みたいなところで買えるものまで。で、いろいろバランスよくできたかなと思います。はい、はい、ではエントリーナンバー1番、青森県花満食品かな、仲良しブラックペッパー味 80g 税込み918円です。
チーズとイカのハーモニー、イカの香ばしさとチーズの風味がまろやかに仲良くミックスされております。八戸のお土産に最適と大変喜ばれている商品です。粗挽きの胡椒がチーズとイカの美味しさをキリリと色づかせたオリジナルとは一味違う仲良しです。ノーマルのやつじゃなくてブラックペッパー味っていうことですね。はい、では開けてみましょう。何これ、私好きな、これ好き系のやつだ。何こののしイカにチーズ挟まってるやつ。あ、すごいブラックペッパーのいい香りする。なるほど。あ、こんな感じなんだ。はい。おー、一個開けていい？はい、なんかチータラみたいなやつ。うん、そうだね。見て、このブラックペッパーつぶつぶ入ってるの見える。美味しそう。めっちゃいい香りする。はい、こちらです。はい、はい、こちらコヨテリネームリホツンさんから。私のおすすめおつまみは八幡食品の仲良しです。その中でもおすすめなのがブラックペッパー味。一口サイズ個包装で保存にもありがたい。青森に帰省すると上司に伝えたら、お金を出すから仲良し買ってきてほしいと言われたことがありますチータラのような感覚で素朴なのですが、素朴だからこそパクパク食べれちゃう相棒です。ご賞味あれということでいただきます。あうまっ。イカね。はいはいはい。うまっ。あ、これさチーズとスルメを一緒に食ってる感じ。こういうさ、のしイカ系のチータラってもっと薄いのよ。これ結構イカの食感も感じられつつ、このブラックペッパーいいね。これさ、個包装にする必要ある？これ確かに一気に食べきっちゃうよねこれ。あ、ほんとイカがいい。このイカの噛み応え。コヨトリネームヒルさん、おつまみワングランプリにおすすめする商品は、この花満食堂の仲良しです。薄いサキイカのようなシートでプロセスチーズが挟んであり、イカの旨味とチーズの旨味がいい感じに仲良しに混じり合う最高の品ですサイズ感もよく何個も食べてしまいます。ノーマル味もおすすめですが、特にブラックペッパーがおすすめです。うまい。やっぱ効いてるね、このブラックペッパーがさ。マジうまい。なんか意外とサクサク食感なの。こういうのしっとり系なのに。これ確かに個包装にしなくてもさ食べまくっちゃうからさ、でセーブさせようとしてるやろね。あ、そういうことね。行き過ぎるなよって。確かにこれは物産展の商品？なんかスーパーとか見たことないかも。そう、これはね、日本橋かな、青森県特産品センターというところで手に入れました。で、もちろん青森県内はね、多分スーパーとかに売ってるんだろうけど、東京とか東京近郊にお住まいの方は、青森県物産品センターの方に足をお運びください。6個食べました。早くでもこれうまい。今日のこのラジオは、もう最後らへん私自分が何喋ってるか分かんなくなる可能性あるから皆さんよろしくお願いします。うまコヨトリネームはちこさん、私のおすすめおつまみは八戸のイカの珍味、花まんの仲良しです。のしイカにチーズが挟んであって絶妙です。とのお酒にもバッチリで、タンパク質も取れて健康おつまみと思っています。本当かよぜひミクさんと先生に食べていただきたい。止まりませんよって。めっちゃ美味しい。これ熱燗もいいかもね。やばいね。熱燗飲まないから私分かるよでも。はい、エントリーナンバー1番花満食品仲良しブラックペッパー味でした。これでだって1000円以内ですから。これ結構コスパ良くない？いっぱい入ってんの。では次、エントリーナンバー2番成城石井特選銘菓手巻き納豆10個702円です。手巻き寿司風に巻いた海苔の中に糸引き納豆とあられを詰めた納豆つゆの一品です。こちらコウヨトリネーム発酵よとりうまい。発酵よとりさんから、私のおすすめは成城石井の手巻き納豆3種ミックスです。キンキンに冷えたビール1杯をぐっと傾けた後、指でつまむ納豆。パリッと噛んだ瞬間に広がる発酵の香り。フリーズドライならではの軽い食感なのに旨味はちゃんと濃い。海苔のほのかな磯の風味が後味をきれいにまとめてくれる。難しいことは何もいらない。皿もいらない。袋を開けてつまんで飲む。それだけで最高の夜ですこの人どうした？いやこの人どうしたって思うや。今回こういうコメントめっちゃ多いの。なんかね、もうみんなね酔いながら多分書いてるすごいね、饒舌なの今回コメントが。ほんとびっくり。はい、納豆ラバーですから私は。これも個包装手巻き納豆、
何？結構パリパリ海苔が、おすすめしていただいたのは3種ミックスだったんですけど、はい、僕が間違ってオリジナル1種のやつそうなの、3種ミックスだったら味がなんかあるんだよね、他にもね。そう、こちらです。お、すっごい納豆の香りするよ。すごい納豆の匂いする。乾杯うるさい、私茨城だから納豆に関しては。うまっ、うまい。これすっごい納豆じゃない、ちゃんと全部流し込んでやった粘り気すごいし、この海苔がパリパリなのいいね。あ、美味しい。いいね。これやっぱ手が汚れてダメだよね。言ってたほら、難しいことは何もいらない、皿もいらないって言ってる袋開けてつまんで飲む。いいね。やっぱね、海苔いいよ。こびてきていいよね。海苔好きですよねっつって美味しい。これ確かにビールやな。飲まして。久々飲んだでしょ。やばいよ、もうすでにちょっと来てるからでしょうまい。このあられが食感にこう楽しさを加えてくれてて、だけどちゃんと納豆の粘り気があって、サクサクの納豆巻きをなんて言うんだろう、パクッと食べてるみたいな。これ食感がね、なんとも言えない、サクなんだけど溶けていく、なんていうの感じ。うまいいね、この回なんかやっぱほら最近ちょっと真面目回だったよね、ラジオがね。なんか何回かこう続けて真面目なことを話してて、それはそれで楽しいじゃん、そういう話するの大好きだし。でもほんとなんだろう、もう特にこのおつまみはもうさ、ただ食べて飲むっていうだけで楽しいっていう、なんだろうね、これいっぱい食べちゃって。やばい、3つ目。でもね、やっぱね、探せばいっぱいあるんだなって思った。なんかさ、おつまみってさ、結構固定化しちゃうんよね。もう俺なんかさ、冷凍の枝豆とかをそれをちょっとチンして食べたり、あとあなたの残ってる大野のり、あれパリパリやりながら飲んだりとか、結構毎回同じの食べてるなと思うけど、すごいね。だって130件以上来たんだよ。いやすごい。これ食べれば食べるほど美味しいよこれ。なんかお茶受けとかにもいいかも、これもはや。あ、お茶もいいね。確かに。次いきますよ。はい。エントリーナンバー3番、山形県半沢鶏卵半熟燻製卵スモッチ4個入り667円。山形名物として10年以上親しまれている塩味付きの半熟燻製卵です。とろける半熟の黄身と絶妙な塩加減、ライトなスモークフレーバーのスモッチ。原材料は鶏卵と食塩のみ。限られた原材料なのに病みつきになる美味しさです、ということです。半熟燻製卵、コウヨトリネーム週末陸上部のおみくさんからは、私のおすすめおつまみは山形県の半熟燻製卵のスモッチです。旦那が時折山形県に酔いすぎじゃない旦那が時折山形県に出張に行くのでお土産に買ってきてもらったことがあるんですが、開封した瞬間に燻製の香りがふわっときて、まず匂いでお酒が飲めます。食べるときは殻を剥くだけでいいのですぐ食べれます。私も居酒屋飯が大好きで、たまにはしご酒をするタイプなのですが、このスモッチは革命的で、旦那が山形県に行くときは必ず買ってくるようにとお願いするほど大好きなんです。お値段も良心的です、ということです。すっごい香り、匂いだけで飲めるって言った。すっごい香り。酔っ払い出してるので皮を剥くのが大変ですこれはね、お酒のおつまみやお茶受け、ラーメン、うどん、サラダの材料にって書いてある。じゃあもうおつまみだけじゃなくて、なんか日常的にね、いろいろなのに使えるってことね。ちょっと半熟らしいんでパカッといいですか。お、いいね。一番いいやつや。美味しそう。何これ。ではいただきます。いただきます。うまっ。うまっ。ちょっと待って、これ山形県よね。ちょっと待って、日本酒取って。はい。これ？そう。僕はね、
山形といったらこの東光っていうお酒を思い出すんですね。これなぜかというと毎年1月1日一発目にこれを飲むんです。確かに飲んでるわ。はい、もう東京帰ってきても毎年これです。好きなんだ。そうこれのなんかねもう一個上のランクがあるんだよね、白色のラベルのやつで、それをお正月にちびちび飲むっていうのが恒例ですね。じゃあもうこれ合わせなきゃ、山形のスモッチに。そうこれも山形県のアンテナショップで購入しました。いや俺さてっきりさうずらだと思ってたのだからアンテナショップ入ってずーっとうずら探してたのどこだろうと思ったら、まさかの鶏卵っていう。おいしい。でもいいね。食べてこれよ。こんなんもう決めらんなくない？今日あ、そっか順位があるよねこれね、まあ一旦いいじゃないですか。いやもう私結構ね、来てる。酔っ払ってきてます本当に。もうちょっとうまい。しかもやっぱいいね、このスモーキーなさ、香りが鼻から抜けてく。しかもごめん。しかも、総合栄養食と言われるこの卵。確かに。ヒントトレーニーも。大満足。しかも完璧なまでの半熟じゃない？このとろみ。なかなかこれね自宅で作るのさこの。うまい。やっぱ日本酒や。こんなご褒美会あっていいのかラジオに。楽しすぎない？ね。おつまみ大好きだからさ。なんかしょっちゅう食べてるよね。おつまみお菓子だと思ってるから。あなたがいっちゃん好きなさ、チータラのさ、中にいぶりがっこ入ってるやつ。あれおすすめもね2、3人いた。そう。いぶりがっこチーズっていうのがカルディで売ってるんですけど、細長いチータラの中にいぶりがっこが入ってるやつめっちゃ美味しいよね。あれあなたよく買うよね。めっちゃ買う。だからさっきも言ってたじゃんあなたが。おつまみ固定化しちゃうって。私も別にのんべえじゃないんだけどおつまみ固定化しちゃうのよ。なんかあんまりおつまみってさ冒険しないよね。いやうまい。ちゃんと味わってあれしてるいやこのね少なからずさ、その節制をしてるんですよね、こういう風にね、1個トリガー外されるとちょっと止まれなくなっちゃうよね。10個だけど少ないかな。ちょっとあっという間に終わっちゃうね。終わったらさ、全部食べながら喋ったらいいよ。次エントリーナンバー4番、富山県川村水産ホタルイカの酢干し 15g 税込み540円。軽く炙ると旨味と香ばしさが広がります。地元では竜宮の使いとも呼ばれるホタルイカ、炙って日本酒に入れてヒレ酒のように飲む竜宮酒もおすすめです。米印おすすめのメーカーではないものを購入してしまいましたって何ですかこれいや今回ね、集計をしてたんですよ。集計してて、このホタルイカの酢干しっていうのがね、富山県と石川県の人たちからすごいおすすめがいっぱい来てて、1,2,3,4 件来てて、でこれは富山県のアンテナショップ行ったらあるわと思って、どこかなと思ったらホタルイカの酢干しって書いてあって、もうこれやんと思って、でなんか県民賞でも取り上げられましたみたいな。これがね。でもこれやんと思って買って、家帰ってきて、もう一回この汁を作る時に、みんななんか別のこの浜浦水産っていうところが美味しいですみたいな、とか味の十字屋さんとか、パッて見たら川村水産なんだけど、まあ富山県のホタルイカではあるってことで、そうで画像を見比べたけど、似たような感じだったんで許してくださいすいません皆さん、でもホタルイカ、干しホタルイカ、たくさんエントリーいただいていて、ホタルイカの酢干しはもう噛むほどに旨味とコクの洪水で絶対に後悔させません。ライターで軽く炙ると中の綿がとろっと溶け出して旨味がぐっと濃くなるんです。そのままでも十分美味しいですが、そこに七味マヨネーズをつけて食べたらもう最高で。ちょっと七味ある？マヨネーズはあるよ。でも七味はないわ。あった。1ミリ、ビールやハイボールがどんどん進む危険なおつまみです。しかもこれで540円。このコスパ最強じゃないですかということで、ビールしか勝たん。これね、ちょっと見た目じゃ分かんないと思うけど、ここがね、この内臓の部分がちょっと半生っぽいの。ちょっと柔らかみがある、ソフトイカみたいな、これを炙ると多分ジュワッと。まずそのまま食べるの？そうだね。わあ、
私イカ大好きです。うまっ。いい。うまっ。味濃っ。いい。何がどういいんだよ。うわ、うまい。あ、うまい。あ、俺スルメより好きやわ、こっちの方が。なんか噛みやすいよね。そう、スルメってさ、繊維がすごいじゃん。中綿のとこ食べて。やば。うまっ。これは日本酒やで。うまっ。もうこれも絶対に日本酒です。でもみんなビールしか高たんしてるよ。ビールか。コメントリーネームゆぴまるさん、星ホタルイカエントリーさせてください。金沢のお土産で、やっぱそうだよね。一口食べて何これ美味しいとびっくりしました。ビールと一緒に食べると止まらなくて、気づいたら一袋ペロッと食べきりそうな勢いです。社会人になりたての頃はビールなんて苦くて全然飲めなかったのに、社会人6年目の今ではビールしか勝たん状態です。ちょっと炙らせていただいてもよろしいでしょうか。ですね。炙りを一旦食べて、最後にマヨネーズ七味を出させていただきます。うわ、絶対やばいじゃん。そうなんかちっちゃくなる。もったいない。ちっちゃくなる。そう中綿のところはね、ちょっとあぶしてます。こんなんでいいんじゃない？うわ。香りが。屋台の匂いしてるもん。うまっ。うまっ。幸せ買いすぎる、やばい。ホタルイカのさ、こういうスルメってさ、初めて食べたよね。コクがすごい。なんかもう味濃す、めっちゃ濃くない？これ皆さん買った方がいいですよ。今度俺一匹で永遠に飲めるもん。いや、やばいって。これ油系出してきちゃったじゃん。でもこれを七味マヨ。やばい、絶対美味しいよ。でもさ、綿がさ、ほろ苦くてうまいね。そう。これいいものを教えてもらった。これが炙ったやつですね。じゃあちょっといただきます。美味しいに決まってるやろがいい。ちょっと待って、俺マヨネーズなんて数ヶ月ぶりなんだけど。マヨネーズに興奮しちゃうんじゃないの？久しぶり食べたマヨネーズ、うんまっ。いいね。やっぱさ、これからさ、新生活シーズンっていうか、こうなんていうの、新年度ってさ、いろんなストレスあるよね。なんかこの季節っていろんなことあるやん。年度末だしね。そう、お酒だよ。もっとさ、こんなちっちゃい袋じゃなくてさ、お得用パックみたいなね。でもこれ本当に1個で、今はいっぱいガブガブ食べてるじゃん。これ1匹をちみちみでこうでいいじゃん。本当？もうそれできるぐらい味が濃いよね。相当味濃い。ありがとうございます。いや、最高。今度はこの味の十字屋さんと、浜浦水産さんのホタルイカも食べたいね。そうね。じゃあ次行きましょう。エントリーナンバー5番、三新ラッキーメンタマヨ、税込み130円、お安い。大人気のラッキーマヨネーズに仲間ができたよ。これ公式ホームページの文言ですね。またまた出してしまいました。やみつき系おかき、マヨネーズ×明太子、定番かつ最強の組み合わせですよね。マヨラーじゃなくても癖になるやみつき系おかき、ここまで明太マヨの味がするおかきは他にありません。パッケージも可愛い、手に取ってハッピー、食べてラッキー。おー、ピンク。こちら、こよとりネームシータさんからです。しょっぱい系お菓子好きの私が自信を持っておすすめするおつまみです。このおかきを初めて食べたのは10年ほど前です。職場のお昼の休憩時間にパートのおばちゃんからこれ食べると差し出されました。明太子が苦手な私は一瞬どうしようと思ったのですが、当時まだ新人だったので断れずいただくことに。口に入れた瞬間、うまーっとなり手が止まりません。おばちゃんにもあんた食べ過ぎやでと言われる始末。仕事中にもかかわらずビールが頭をよぎりました。その日は仕事終わりにこのおかきをビールのお供として連れて帰りました。それ以来うちに2袋はストックしてあります。明太子好きの夫も大好きなおかきです。だそうです。これはね、コンビニでも売ってるらしいんだけど、僕はスーパーで見つけました。コンビニはね、いくつか回ったけど見当たらなかった。まあでもたまにこのパッケージ見たことあって、見たことあったよね、気がする。いただきます。うまい。うまいね。もう間違いない、うまいね。間違いない。
結構ピリッと食感は固め、でこれなんか周りのハッピーターンみたいな感じに味がこうついたのか美味しい。多分今回紹介する中で一番手に取りやすい商品だとは思いますね。130円だよ。うん、美味しい、これ結構うまいね。止まんないねこれ。これビールやな。なんかさ結局さ、結局明太子って最強じゃない？これ子供も好きだよ。うん辛くないしそんな。うん明太子とマヨは最強だよ。なんかさ、さっきも言ったか、さっきも言ったっけ？わかんない、もう覚えてないから何回でも言っていいよ。みんなやっぱ饒舌なんだよね、このコメントがね。今回コメントが多分もう勢いでみんな書いてるからなんか読みやすい、私も、なんか流れるように読める。だってね、今までのグランプリシリーズで一番コメント多かったし、一番コメントみんな文章長かったし一番初めてコメントします、もうコメントせずにはいられませんでしたっていう人が一番多かった。でも133件中10件しか紹介できないのが本当心苦しいね。またやんないといけない。これはそうワインのおつまみワンとかもいけるんじゃない？そうあとなんかね、もう酒飲みすぎてもうこれをこうやってこう食べてほしいみたいな、もう酒飲みすぎやっていう自分でアレンジがあんだよね。多分もう手震えながらコメントしてるといややっぱさ、お酒飲まないとやってらんないことも多いからね。いや今の世の中そうですよ本当にこれはね美味しい、これはね本当にお酒のお供とかじゃなくても、この大きさだったらお菓子ボックスに忍ばしといたらめっちゃ美味しいお菓子です。ありがとうございます。じゃ次行きましょう。まだちょっと新しいお酒をはいいっぱいあるんですね、新しいお酒、何ですか？まあ両方もう出していっちゃって全部出しちゃっていいですか？わ、立ってわかる、酔っているということがでもさ、付き合いたての頃はさ、もうめちゃめちゃお酒飲みに行ってたけどね。いやそうなんですよ。付き合いたての頃はこの人がバーに行くのにハマっていて、まず1軒目もだって居酒屋みたいなとこ行くじゃん。2軒目はバーに行くっていう流れがもう決まってて、覚えてる？私がなんか読書が好きですみたいなことを最初言ってたから、本がたくさんあるバーがあるんですとか言って本があるバー連れてってくれなんかそういう粋な計らいみたいな、いやだけど当時さ、多分一回りぐらい上のさ、人たちにさ、いろんなところをさ連れてってもらってさ、教えてもらって、おふむふむふむってやって翌週連れていくみたいなここいいよとか言ってよくそんなとこおしゃれなとこ知ってんなみたいなさ、感じだったけど、だからそのね、本当出会いたての頃は結構なんかちゃんと飲んでたっていうか、まあそんないっぱい飲んでないけどね、まあ、ある時からもう全然飲まなくなったね。そしたら弱くなりました、とっても。もともと強くはないよね。強くないね、ずっとなんか俺のイメージは付き合っての頃はフルーツのカクテルありますかってずっと言って甘い系でそうそう、大体いちごがありますって言われて、大体じゃあいちごでとか言って、なんかいちごのかわいいやつ乗ってるやつちびちび飲むって。またなんかちょっと行ってみたいけどね、そういうとこね。全然行かなくなったよね。行かなかったね、本当に。俺ももうだってバーとか行ったんでしょって。行かないね。もう最近はもう缶ビール1本、まあ、ハイボールか、とかもノンアル、飲んでみたいな感じやもんね。あとあれなの、鳥貴族のメガレモンサワーを1杯だけ飲むみたいな。飲んで帰るね。じゃあ次行きたいと思います。エントリーナンバー6番、肉ジャーキー神戸ビーフジャーキー 20g 税込み2200円。あら、200円オーバーですよ。まあまあまあ、消費税はちょっと、はい、肉と塩だけで作る熟成肉ジャーキーは約 100g の神戸ビーフを 20g まで凝縮。肉本来の深い味わいと濃厚な旨味を誇ります。網目のように走る霜降り、とろけるようなまろやかさが特徴のビーフジャーキーです。今回のおつまみワングランプリでも最高値出てきました。2200円の神戸ビーフジャーキー、そう、今回のおつまみワンは2000円以内でと募集をかけさせていただきまして、まあまあちょっと高すぎたらね、あれかなと思ってね。そうこれはまあ消費税ということで、高級ビーフジャーキーじゃない？高級よ。だってさ、こんだけしかない。そんなビーフジャーキー食べたことないんだけど、やばい、ちょっとビーフジャーキー大好き。開け出していい？なんかさ、すごくない？これはね、渋谷の
西武渋谷かな、はい、の近くで買えました。わ、見て、これはね、霜降り、網目のように走る霜降り、とろけるようなまろやかさ。いや今回ねビーフジャーキー結構あったの、応募として、でも結構他の和牛とか、鶏とか豚バラとかへえみたいなあったけど、ちょっと神戸牛って言われたらちょっといっとかなと思って、ちょっと特別な日おつまみみたいな感じかな。まあこんな機会じゃないとっていうのもあって買ってみたと。はい、すごいねこれ。こちらコヨトリネーム銀河もめさんから、おつまみグランプリにおすすめなのはニックジャーキーの丹波牛ジャーキー、神戸牛ジャーキーです。無添加で国産の美味しいジャーキーはお酒にぴったりです。新宿駅新南口駅構内にある美味しいお酒や食べ物が置いてあるお店で購入できます。待って、これ2枚しか入ってない。違う、4枚4枚1枚500円これ500円か。殺していただきましょう。すごい。わーすごい。いやすごい、噛めば噛むほど旨味が。飲んじゃった。もっと噛んで。飲んだ後も口の中の油の旨味が鼻から抜ける香り感じて。これハイボールですね。さあ、いる？氷。すいません、これちょっと九州男児ムーブかましてるようなんですが、本当だよ。モザイクを動かさないための工夫なので許してください。静止関白みたいだよね。普段は僕がやってます。いやーこれは贅沢すぎん。ちょっと贅沢すぎるなこれ。銀河もめさん、これを定期的に食べてるってこと？はいそうだわ、ね、これは九州の白竹のハイボールです。これうまいね。こんなビーフジャーキー食べたことない本当に。これはさ、ちょっと企画だから買ったけど、うまっ。一口目より二口目の方がうまいわより。で一スライス500円のビーフジャーキー食べたことある？だって。いやうまいこれ、何なんだっけこれだって明太マヨ何個分これ。そうだよ、明太マヨのあれ130円でしょ。20倍だよこんなの。ほんとね、とろけちゃうの。いやそうなんだけど、でもちゃんと口の中に味残ってんだよね。油がうまい。わかる。くどくないよね。いい霜降りのお肉食べたな。わかる。っていうのが味が続く。なんならお得かもしれない。わかる。美味しい。いや確かにね、たまにはこういうビーフジャーキー食べないとやってらんないよねそんなこともないけどこれぐらいさ、美味しいもの食べないとやってらんないよやっぱ。分かんないけど給料日とかさ、ボーナスが入った時とかさ、たまにはこういうの食べないと。肉と塩だけどうまいね。うまいねこれは。なんか赤くなっちゃうだって久しぶりだもんこんなお酒飲んでるのいやでもこれはちょっと5つ星ホテルのバーとかでさっと出てきそうな。ほんとそう。こんな美味しいビーフジャーキー初めて食べました。ちょっと人生勉強になりました。はい。では次、エントリーナンバー7番伊原水産カズチー7粒入り税込み540円。燻製数の子とチーズを組み合わせた数の子やこだわりの新感覚おつまみ。お好みのお酒のお供にお子様のおやつとしてお好きなシチュエーションでこの北海道発マリアージュをお楽しみください。コヨトリネームナッツみかんさんから、みんな大好きカズチーをエントリーさせてください。ちまちま食べるのが最高です。もうこれは我らがカルディの我らがカルディのカルディで買える。カルディで買えるのでぜひ皆さんも。じゃあ全国的にね買えますね。かわいい。なんかね結構有名っぽいよ。数の子が入ってるの。数の子とチーズ。これが数の子ってことですか？数の子好きでしょ。大好き。こんなの売ってるんだカルディで。知らなかった。あ、柔らかいね。コヨトリネームニックさん、おつまみグランプリと聞いてこれはエントリーしなければと思いました。私がおすすめするおつまみは伊原水産さんのカズチーです。北海道のおつまみです。ぜひご賞味ください。コヨトリネームモイさんからは、数の子のポリポリとした食感としょっぱさとチーズが最高に合います。個包装なのも嬉しいです。ボンポコプリンさんからは、ビールはもとよりワインやハイボールなど何でも合いますということです。
お酒のおつまみは絶対これって。いい香り。好きでしょ絶対。めっちゃ好き。何これ、めっちゃうまいんだけど。予想外。しかも540円だよ。しかもカルディで買えるでしょ。これめっちゃ美味しい。なんかさ、なんでこういうものとは思えないぐらいプチプチ感が楽しめるね。わかる。こういうおつまみって、なんちゃって数の子風味みたいな、ものすごい数の子感じられるね。そう。でもちょっと7個少なくない？これ7個しか入ってないの？そう。ビール1缶限界じゃないこれ。でもちょっとこれマジ美味しい。やばい、これ絶対また買う。このさ、数の子がいっぱい入ってさ、どこ食べてもさプチプチするのがいいね。だいたいさ、ちょこってしか入ってないじゃん、こういうの。これは日本酒ですね。これはうまい。やばい、私結構決めてたの、自分の中で。まあね、じゃじゃんじゃじゃんってやったの。俺何も覚えてないね。ただ食べてるだけの人になってる。頑張ろう。これめっちゃ美味しいんだけど。好きそう。これやばい。いやさ、魚卵好きよね。魚卵好き。だってイクラ好きでしょ、とびっこ好きでしょ、数の子大好きだよね。松前漬けとかさ食べる。やばいこれ。取っとこう、後で食べよう。ほら、夏みかんさんちまちま食べるのが最高ですって。でも7個全部食べちゃうし、一気に。ちょっと7個少ないな。でもさ、540円でちょっと買ってさ、ビール1本とっていうのに最強じゃない？これ食感が楽しいね、本当に。そのなんか友達とかとさ、外でさワイワイ飲むの楽しいけどさ、やっぱ結果さ宅飲みって言っちゃいいよな。わかる。一人でね、なんかさ好きな映画とかさなんか見てさ、本当どうでもいい体勢とって、わかる？もうブレーコーみたいな、なんか膝とか立てちゃってさ、なんかこうやるのが楽しいよね。みんななんかそうやってさうまく生きてるんだなってこれ見て思った。ね、みんな自分のご機嫌取って生きてるんだなって。はい、じゃあ次いきますか。次。いやちょっとペース早い？大丈夫かな？いや、何時から始まったっけ？分かんない。いやでも結構まあまあゆっくり喋ってるよ。本当？これなんか体感5分ぐらいのだけど。エントリーナンバー8番、江崎グリコと坂門総本店が共同開発、ゆかり濃厚おつまみスナック、税込み330円。江崎グリコと坂門総本店が共同開発した上品でプレミアムなおつまみスナックです。坂門総本店のエビせんべい、ゆかりの原料にも使用されている上質なエビと同じものを贅沢に生地に練り込み、江崎グリコの濃厚おつまみスナックチーザの独自製法でカリカリになるまで焼き上げました。深く香ばしいエビの濃厚な味わいと軽快な食感がお酒のおつまみにもぴったりですということです。これは坂門ではなく、万角と呼ぶそうです。万角と失礼いたしました。ここにあんたエビせんも好きでしょ？はい、好きです。私こういうのさチーザみたいなやつって一回も食べたことないよ、今まで。これなんかね、どこやったかな、東海道新幹線かなんかの特選おつまみみたいな感じで、すごい薄い。駅のホームとか名古屋の駅のホームだったかな、売ってんだ。売ってるらしい。だから新幹線乗るときにキオスクとか見てもらったらあると思います。なるほど。こよとりネームちーちゃんさんから、私のおすすめするおつまみは江崎グリコと万角総本店が共同開発したゆかりです。万角総本店のエビせんべいゆかりとまあチーザのいいとこ取りで、私史上ビールに一番合うおつまみです。騙されたと思って食べていただきたい。ビールが苦手な方でもビールが美味しく感じるおつまみです。だって。いただきます。いい音。うまい。これさ、ビールですね。次はライスラビット IPA を飲みます。こよとりネーム炭水化物いのちさんから、JR の駅の売店を中心に売られており、見つけると買ってしまう一品です。そう、エビの旨味が濃縮されており、一度食べ出すと止まらなくなります。お酒のお供にももちろん、お酒がなくても食べたくなります。ぜひお楽しみください。わかる、うまい。このさ、下に乗せた時のもう 0.1 秒ぐらいでうまってなるこの感じ。これもほらハッピーターン方式で周りにこのさうまみパウダーが絡まってるから、2倍の時ね。もうだから乗せた瞬間にもううまいの。
あなたがビール飲んでるとこだなんっててビール嫌いな人もビールが美味しく感じるこれ IPA だから結構癖あるよ。本当じゃんこれはちょっと違うわ最高。なんかたまにはやっぱお酒飲むのいいかも。そうね。美味しい鈴ね。なんかねスズネもね飲みやすいの3種類ぐらいあるんだって。日本酒飲めないけど鈴ねだけは飲めるの。最高だね。あとね、これあなたが飲めるかなと思って、飲む。青森県の、アップルサイダー。アップルサイダー。オーストラリアで飲んだやん。飲もう。これさ夏のビールワンとかやろう。飲めないやん。飲めるよ。ビールは飲めるの。あれとかなんだっけハートランドとかだったらガンガン飲める。私はこう季節に応じてのやつやりたい。もう楽しいんだもんこれがこの近く自体。あなたのお父さんお母さんは酒飲み？違う、お父さんがすごい弱くてすぐ赤くなっちゃって寝ちゃうのね。お母さんはすごい飲める。あなたのお父さんさ、なんか俺らがさ、なんだっけ結婚しますのさ、報告の時にさ、一緒に焼肉食べてさ、めっちゃビール飲んでさベロベロなってたよね。帰りさお母さんにさ抱きかかえられながらホテル帰ってたよね。確かに緊張したんだろうね聞いても娘のさあれね。めっちゃ飲んでたよね。飲んでた。アップルサイダー、これもアルコール入り？これアルコール入ってるよ。いただきます。おお美味しい美味しい。じゃあ次行きましょう。エントリーナンバー9番。福岡県鳥一番フードサービスゆめゆめ鶏手羽中骨付きかっこ中かっこ中税込み1080円、冷やして食べる唐揚げです、昭和56年から揚げています。冷凍庫から出して自然解凍5分から10分で召し上がれます。ピリ甘辛の味付けが一度食べたら癖になること間違いなし。ゆめゆめ鶏は決して温めないでください、これ知ってた？知らない。知らなかったんだけど。福岡？こんなの売ってるの？なんか有名らしいよ。本当に？うわー美味しそう。ほんと鶏手羽だね。福岡でこれそんな有名？わかんない。初めて聞いたよね。もう勘弁してよ。私も勘弁してほしいよ。これは、有楽町の交通会館って言われるところの地下1階ですね、のザ・博多っていう、アンテナショップになるのかな、そこで購入できました。こちらすっごい美味しそう、今回唯一の冷凍商品ですね。小よとりネームマロンコロさんから、私のおすすめおつまみは福岡のゆめゆめ鶏です。地元の方にはおなじみかもしれませんが、旅行で行った時冷たい唐揚げ熱々のが美味しいに決まってるじゃんと疑いつつ買ってみたところ、何これ美味しすぎて手が止まらないと少ししか買わなかったことを後悔しました。他にも小よとりネーム楓さん、福岡に住んでらっしゃったお二人ならご存知かもしれませんが、ゆめゆめ鶏の唐揚げです。冷たい唐揚げで決して温めてはいけません。手間も不要、買うだけで OK です。温めなくていいのとぜひ言ってくださいさっき言いました。私もミックさんと同じでお酒は飲めませんが、これはおつまみとしてもお惣菜としても大活躍します、ビールにきっと合うと信じてます。確かこれさ温めなくていいよね。思った。今言おうと本当に同じこと言おうとした。いやこれマジで知らなかった。マジで知らなかった。美味しそう。あなたチキチキボン好きやん。好き。美味しい。なんだこれ。この辛みがいいね。これはビールだ。辛い。結構辛い。さ福岡の人ってさこの味付け好きだよね。そう結局このさ照り焼きっぽいさ、甘辛いっていうのがさ、うまい。なんで冷たいのに美味しいんだろう。全然冷たいことが嫌じゃなくない？確かにこの辛いのがいいわ。周りのごまもいいね。なんで温めてはいけないんだろう。温めたい温めたらこの美味しさは半減するの？温めてみる。でも温めないでください。多分冷たいのがうまいんだろうね。面白いね。なんか確かに冷たい唐揚げ美味しいかも。なんか食べたことないけど、なんか懐かしいこの甘じょっぱい感じが。美味しい。本当に懐かしい。本当お弁当に入れてもいいね。本当に。
はあ、眠くなってきちゃってるから最高の気分だよ今も。でこれさちょっとさ安くない？これで1000円だよ。めっちゃいっぱい入ってんだ。15本ぐらい入ってるかな。しかも冷凍だしね。めっちゃいいね。長持ちっていうかさ、保存期間長いんじゃない？美味しかったです。ついにラストになりました。エントリーナンバー10番。こちらも福岡県高橋商店のり天ゆずすこ味、税込み389円。鼻を突き抜けるような唐辛子の香りをパクリと頬張れば、口の中にふわっと広がる柚子と海苔の華やかさ、舌をピリピリと刺激する唐辛子の辛さと相性抜群の海苔天の革命児ですということです。これさ、あなたこれのさ、なんかレモン味みたいなやつをさしょっちゅう買ってるよね。大好き、海苔天大好き、海苔天大好きです、これもゆずすこ味は食べたことないね。いや俺さてっきりさ、これ広島だと思ってたよ。で福岡なんだね。取り寄せ先分かんなくて、アマゾンで買ってたの、でこの1個前のさ夢めどりを交通会館に買いに行った時に、福岡のところにこれあったの。でと思ってよくよく見たらこれも福岡だった。そうなんだね。知らなかった。これというネーム空論城の女さんから、私の地元福岡柳川の高橋商店、柳川だってよね、のり天ゆずすこ味を紹介します。ビールやチューハイなどのおつまみに最高です。柚子の香りがすっきりで、のり天なのに脂っこくない味で、一度手をつけたら止まりません。香港に住んでるのですが、値段もお手頃で海外の知人へのお土産にも最適です。ぜひ試してみてください。だそうです。私は本当にのり天ラバーね。だからひいき点数入っちゃうかも。なんか香りがすごい辛い。辛いし、なんか柚子の香りする。このザのり天です。舌をピリピリと刺激する唐辛子の辛さと相性抜群ののり天の革命児です。さっきも話しました。嘘。もう2人とも回ってないから、口がもう人の話聞いてないからうわ辛そう。目が見える。うまっ。これうまっ。辛いっていうより、辛い結構ね、柚子の香りすごいね。香り、口周りピリピリするよね。いやもう柚子の香りがすごい。これはビールですね。美味しい。このレモンと比べてどうなの？瀬戸内海レモンだっけ？瀬戸内レモン。瀬戸内レモン。いやでも結構ね、ゆずすこかも。やっぱこの辛さ欲しいじゃん。辛さで人生ごまかしてる時あるよな。なんかもうさ、何にでも七味とか入れちゃうの私。七味とか一味とか。まあね、あんま良くないかもしれないね。良くないね。本当に大好き。私わさビーフとかも大好きだしさ。この感じ海外の人へ人気なんだ。海外の人はなんか天ぷらみたいな揚げ系好きだね、なんか。俺も台湾いる時は麺べい。麺べいはマジで喜ばれる。でも確かにその系譜だわこれ。もうね、これは美味しい。美味しい。なんかもう全部美味しかったね。確かにもう一個前すら覚えてない。全部美味しかった。お酒が飲めるってやっぱ幸せやな。振り返るちょっとふわっと。花満食品仲良しブラックペッパー味ね。のしいかとチーズの間にブラックペッパーめっちゃ美味しかったね。成城石井の手巻き納豆美味しかったね。あれよかったね。山形県の半熟燻製卵スモッチ、美味しかったね。スモッチ美味しかった。富山県の川村水産ホタルイカの酢干し、うまかった。ラッキー明太マヨ美味しかった。これも、次ニックジャーキー神戸ビーフジャーキーがいやもう人生一のビーフジャーキーだね。次が伊原水産のカズチ、いやもうこれやばかった。あれか。江崎グリコと万角総本店のゆかり。総本舗ね。総本舗。これもめっちゃ美味しかったね。福岡県の夢め手羽中。骨付きかっこ中。これも美味しかった。最後に福岡県の高橋商店のり天ゆずすこ味です。おかわりおつまみは大丈夫ですか？とりあえず仲良しから。全部仲良しからというの。じゃあここに全部こう広げるから、食べなちょっと。でもこれさ一番とかじゃないよな。それ言ったらもう元も子もないんで。いややっぱうまいな仲良し。
仲良しうまいよね。なんか原点にして頂点感あるよね。毎回このなんとかワンするたびは思うけどさ、世の中の人ってこんなに美味しいものをみんな知っててさ、みんなそれをこう隠して生きてんの。確かにね。このグランプリなかったらみんな黙って食ってるわけよ。そうだよ、黙って食べてんのみんな。ずるいわマジで。このラジオやって一番良かったかもしれない、このこんなに美味しいものをこんなに楽しい回ある。やっぱ今回一番嬉しかったのは、今までコメントしてなかった人が、本当そう、ちょっとこればっかりはコメントしないといけないっていう、だからやっぱり133件を全部さ、取り上げれなかったのは悔やまれるよね。そうね、本当にだって初めてコメントしたのに、もしかしてエントリーされてない人もいるわけでしょ。いやほぼほぼいないから、ね、申し訳ない気持ちでいっぱいまたやろう、今回選ばれなかったっていう方、もう一回めげずにぜひエントリーしてほしいです。ぜひね。納豆のやつのさ、この食感は何なんだろうね。待って、こっから1位決めないかんの？なんか食べたらある？ゆかりをもう一回。これ？やばいのこれ、めっちゃ収録時間長いよな。そうだよ、長いよ。あと5パンしかない。嘘。じゃあもうちょっと決めちゃおう。じゃ決まりました。決まってる？はい、決まりました。いやもう本当に楽しいおつまみワングランプリ、しっかりもう酔いも回っていろいろ食べてきましたけど、どうですか？決まりました？決めれました？これはもう本当に何回もね、毎回、エクスキューズするけど全部美味しい。だからもう本当1位なんて決めちゃいけないようなぐらい全部美味しいんですけど、まあ一応グランプリということなので、この最近同様ラジオ的1位をね決めましょうということで、じゃあお互いの1位だと思うおつまみを発表していきたいと思います。せーの。伊原水産のカズチ、ホタルイカの酢干しです。いや分かったよ、もう俺も分かってたもん、あなたがこれをグランプリに選ぶんだろうなって。もう譲れない、だしやっぱちょっと今回のセレクトはちょっとやっぱあなた寄りになってるんだよ。私が好きそうなものってこと？まあね、やっぱこれ愛だよね。確かに私の好きそうなラインナップって予想と、どれもマジです。構図つけがたい。いやでもね、ホタルイカの酢干しも正直もう本当に迷った。そう。なんか本当に美味しい。普通のスルメってさ、やっぱスルメの味や。でもこれはスルメの味足すこの綿の苦味というかコク。いやーわかるんだけど、このカズチが、いやわかるよ、この数のこの食感がちょっとびっくりしたんだよね。これはそう、これチーカズじゃないんだよね。そう、カズチーなんだよね。カズチーなの。数の子にまあちょっとチーズちょっとつけさせておきますわ一応みたいな感じのもう数の子なのね。これをカルディで買えるんだよ。そちらは確かに美味しいけど物産展で買ってますよね。そっちはもちろん美味しい。まあアクセスはいいよそれは。でも今までアクセスなんて考えなかったでしょ。でも、今後、リピートの可能性は高いよね。アクセスがいいから。これもう買うもん、もうストックしようと思ったもん。いやこの綿、いやわかる。もうこれさ、今回思ったの、絶対こう分かれるし、お互い譲れないでしょこれ。だからもう同率1位もあるよこれ今回。グランプリ揺るがしとるやんそれ。やっぱ決めないかん、やっぱこの苦しい、やっぱ何かを得るものは何かを捨てないといけないっていう。そうですね。その話私もしてましたよ本編で。はい。じゃあ、いやでも私はもう本当にこの、いやでも数食べてみてもう一回数値お願い。でもね分かったよ、もうあなたがこれを選ぶことは、もう最初食べた時の反応でも分かった。分かった。このね、このちゃんと数の子を食べさせてくれるこの感じ、チーズの柔らかさ、個包装になって手が汚れない。でも7個だね。だねってどこの方言？どうなんだろう。おつまみって言ったら他にはホタルイカなんかな。確かに私はのんべいではないから。あなたはこのカズチ1位でしょ。俺はホタルイカが1位でしょ。これをうまくミックスしたのは何かって考えると、仲良しじゃない？いやまあ確かにね。てかさ、グランプリシリーズいつも思うんやけどさ、ここで割れた後のさ、どうまとめるかでさグランプリ決まってる。こじつけの1位、でも確かに間を取ってこれもうある。いつもどうやって決めてたっけ？カズチ食べきっちゃった私。
でもホタルイカもこれ最後よ。そうじゃん。同率1位いいんじゃないですか、たまには。じゃあね、もう譲りますよ。同率1位でもいいんじゃないですか、やっぱり。実行委員長としてはやっぱ決めたいよね、決めた1位とかやりたいんだ、ちゃんとね、じゃあいいんですか、カズチーで。まあね、手に取りやすいしね。そうだよ、手に取りやすいし美味しい。でも絶対食べてみてほしいよね、このホタルイカの酢干しは、本当に美味しいから。はい、ではいきます。おつまみワングランプリ、私たち的1位はこちら、伊原水産カズチー7粒入り税込み540円です。いやー楽しかったね、いやもう正直全部美味しかった。最高のグランプリシリーズでしたね、あとやっぱ、なんだかんだおつまみって固定化しやすい。それをやっぱ打開するいろんな選択肢を今回いただいたんで、133件、まあ多分土日超えたやつとかはもっとあるんだよね。140件150件あると思うんで、まあちょっとコメントの見返しながら、いろんなおつまみをね検索してね、検索してみてほしいなと思います。いや本当にたくさんのエントリーありがとうございました。もう皆さんの熱量のこもったお手紙、本当に嬉しかったしね、楽しく読ませていただきました。みんなね、なんか文章が酔っ払ってただからこれもみんな酔っ払いながら見てくれてると思うので、私たち結構グダグダだったんですけど、もうちょっとご理解くださいということで、またねやりたいね。これは楽しかったので、またちょっと定期的に開催していきたいと思いますので、ぜひね引き続きのんべえのこうよとりさんはこういう感じで次の開催をお待ちください。次は最近土曜ラジオついに60回ということで、節目のところはゲストをお呼びしていろんなお話を聞くというのが最近のね、定例になっているんですけれども、今ちょっと次のゲストの方の調整中、出演調整中ですので、また次の週か次の週かと、開催するときはまたお知らせしますので、その時もぜひお手紙を、いただけると嬉しいです。引き続き最近土曜ラジオでは私たちへの質問相談トークテーマなどなど、随時募集中です。この動画のコメント欄にこよとりネーム、そして居住地、年齢を記入してお手紙いただけると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。